り解説。即、一度見たら忘れられない。衝撃のラストシーンを持つ不朽の名作ベスト10。皆さんこんにちは、レイムです。こんにちは、マリサだぜ。マリサ、前回の衝撃のラストシーンを持つ不朽の名作ベスト10。たくさんのコメントをいただいて本当に嬉しかったわね。ああ、あの名作を忘れるなっていうみんなの熱い声に応えて、今回は続編をお届けするぜ。まさに視聴者の皆さんと作るランキングだな。だからこそ、最初に大事な注意喚起をさせてください。この動画は作品の結末に深く触れていきます。まだ見ていない映画があれば、必ず鑑賞後にまた来てくださいね。その通りだぜ。初見の衝撃は一度きりだからな。最高の体験を逃さないためにも、ぜひ各作品を見てからこの動画に戻ってきてほしいぜ。というわけで、ここから先はネタバレ全開だ。準備はいいか？第10位。クライングゲーム。1992年。記念すべき続編の第10位は、クライングゲームね。テロリストと人質という、絶対に相入れない関係から始まる物語よね。ああ、だがこの映画はな、その始まりからは誰も想像できない場所へ、観客を連れて行くんだ。まず IRA 兵士のファーガスは、人質のジョディとの間に奇妙な友情を育む。この時ジョディが語る、サソリとカエルの話が重要だ。わかってはいるけどやめられない。それが俺の差がなんだ。この偶話が、映画全体のテーマを貫いているんだぜ。自分の本質からは逃れられない、か。なんだか、ジョディの言葉が彼の運命を暗示しているようにも聞こえるわね。それで、ファーガスはそのジョディと約束を交わすのよね。一体どんな？ジョディは自分が殺される運命を悟り、ファーガスに最後の頼み事をするんだ。もし俺が死んだら、ロンドンの恋人ディルに会って、彼女が元気か確かめて、俺がいつも彼女を思っていたと伝えてくれってな。この、死を覚悟した男から託された切ない約束が、ファーガスのその後の運命を決定づけるんだぜ。なるほど。だから彼は組織を抜けてまでロンドンへ。そうだ。そして出会ったディルの美しさに心を奪われる。だが、この映画が仕掛けた映画史に残る罠はここからだ。ファーガスが愛したディルは、生物学的には男性だったんだ。やっぱりその衝撃はすごいわね。でも、ただ驚かせて終わり、じゃないのよね。その通りだぜ。この衝撃は、ファーガス自身に、そして我々観客に、根源的な問いを突きつけるための、いわば起爆装置なんだ。ファーガスは最初、当然のようにディルを拒絶する。だが、死んだジョディとの約束、そしてディルという人間そのものに惹かれる気持ち。その間で彼は引き裂かれる。IRA 兵士という立場も、異性愛者という辞任も、すべてが揺らいでいくんだ。サソリとカエルの話がここで聞いてくるのね。彼の、サガが試されているんだわ。まさしく、彼はテロリストというサガと、根は優しい男というサガのどちらを選ぶのか。最終的に彼は、ディルが犯した殺人の罪を自ら被って刑務所に入る。それは、彼が肩書きや常識をすべて捨て去り、自分の本質。つまり、愛する人を守るという選択をした証なんだぜ。だからこの映画の衝撃は、性別の暴露という表面的なものじゃない。愛する人のために、自分が何者であるかを再定義する、魂の物語なんだよ。第9位。探偵スルース。1972年。第9位は、登場人物がほぼ2人だけという探偵スルースね。一体どんな物語なの？ああ、これはな、単なる騙し合いじゃない。人間のプライドが、いかに人を狂わせるかを描いた、戦慄の心理劇なんだぜ。物語は、高名な推理作家ワイクが、妻の愛人マイロを呼び出すところから始まる。彼はマイロに、道化師の格好で宝石を盗めと命じる。これは、知性で若者を支配できるという、ワイクの歪んだ優越感が生んだ、あまりにも悪質なゲームの始まりだったんだ。うわぁ。自分の作った世界で相手をもてあそんでいるみたいで、すごく陰湿ね。身分の差も相まって、ワイクの傲慢さが際立つわ。その通りだ。だが、屈辱を味わわされたマイロは、数日後、完璧な復讐劇を仕掛ける。
彼は老刑事に変装してワイクの前に現れ、今度は逆にワイクを殺人犯に仕立て上げ、そのプライドを木っ端みじんに打ち砕くんだ。まさに盤上の駒だったはずのマイロが、チェス盤ごとひっくり返すような、鮮やかな大逆転劇だぜ。すごい、痛快だわ。自分の仕掛けたゲームで、完膚なきまでにやり返されたのね。ああ、だがな、レイム。ワイクという男は、自分のゲームで負けることを、決して認められない男だった。彼は全てのトリックを暴かれ、勝ち誇るマイロにこう告げられる。あんたは不能だと。その瞬間、ゲームのルールは消え去った。ワイクは本物の銃を手に取り、マイロを撃ち殺してしまうんだ。そんな、ただのゲームだったはずなのに、どうして、ゲームの創造主であるワイクにとって、自分のルールで敗北することは、自己の全否定に等しかったんだ。だから彼は、ルールそのものを破壊して、現実の暴力で相手を消すしかなかった。これ以上ないほど惨めで醜い負け犬の遠吠えが、一発の銃声になったんだぜ。だからこの結末は、単なるどんでん返しじゃない。人間の知性とプライドが崩壊する瞬間を描いた、あまりにも苦く、忘れられない衝撃を残すんだ。第8位、12モンキーズ、1995年。第8位はブルース・ウィリス主演の12モンキーズね。未来から来た男が世界を救う。っていう SF の王道みたいな話かしら？いや、それが全く違うんだぜ。監督はあのテリー・ギリアムだ。一筋縄で行くわけがない。この映画の衝撃はな、歴史を変えようとすればするほど、変えられない運命に囚われていくという、あまりにも皮肉で残酷なタイムループの構造そのものにあるんだ。運命には逆らえないってこと？なんだか切ないわね。主人公は子供の頃から、空港で男が撃たれる夢を繰り返し見るって聞いたけど、それが関係あるの？それこそが、この物語の全ての核心なのぜ。主人公コールは、人類を滅ぼしたウイルスの発生源とされるテロ組織、12モンキーズを追って過去へ飛ぶ。観客もコールも、当然この組織が黒幕だと思うだろ？若き日のブラッド・ピットが演じるリーダーの狂気的な演技も相まって、誰もがそう信じ込まされるんだ。違うの？あれだけ怪しいのに。ああ、これが映画史上屈指の壮大なミスリードだ。彼らの目的は動物園の動物を解放するだけで、ウイルスとは全くの無関係だったんだ。そして物語の終盤、ついに真犯人が判明する。それは、これまでほとんど目立たなかった、ウイルス開発者のジョシュ・ピータースだったんだ。じゃあ、コールは空港でその真犯人を止めるのね。そうだ。彼は犯人を止めようと銃を向ける。だが、警官隊に撃たれてしまうんだ。そしてコールは薄れゆく意識の中で、全てを理解する。自分の目の前で泣き叫ぶ恋人と、その光景を呆然と見つめる一人の少年を、その少年こそ、幼い頃の自分自身だったんだ。待って。じゃあ、彼がずっと見続けてきた悪夢は、未来から来た自分の死を、子供の頃の自分が目撃した記憶そのものだったんだ。歴史を変えるための彼の旅は、皮肉にも、その悲劇的な歴史を完成させるための最後のピースでしかなかった。このどうしようもないやるせなさと運命の無慈悲さこそが、12モンキーズがただの SF 映画ではない、忘れられない衝撃作である理由なんだぜ。第7位、隣人は静かに笑う、1999年。第7位は、隣人は静かに笑うね。タイトルからして不穏だけど、隣人が実は殺人鬼、みたいな話かしら？その通りだぜ。だが、これはただのサスペンスじゃない。観客の心をどん底まで突き落とす、あまりにも絶望的な結末が待っているんだ。主演はジェフ・ブリッジスとティム・ロビンス。この二人の名優が演じるからこそ、その恐怖が際立つんだぜ。一体どんな話なの？主人公のマイケルは、妻をテロで亡くしたテロリズムの専門家だ。だから、隣に越してきたラングの些細な嘘や矛盾に気づき、彼がテロリストだと直感する。だが、その専門家という肩書きがあだになるんだ。妻を亡くしたショックで妄想に取り憑かれていると、恋人や友人、果ては FBI にさえも全く信じてもらえないんだぜ。うわぁ、もどかしい。真実に気づいているのに、
誰からも理解されず孤立しちゃうのね。そうだ。観客もマイケル視点だから、一緒にどんどん追い詰められていくんだ。そして物語の終盤、マイケルの疑いが全て正しかったことがわかる。隣人は本当にテロリストだったんだ。だがな、レイム、本当の恐怖はここから始まる。まだ何かあるっていうの？ラングたちの真の目的は、FBI ビルを爆破することだけじゃなかった。その爆破テロの犯人に、テロの専門家であるマイケル自身を完璧に仕立て上げることだったんだ。なんですって。そんなバカな話。そして、この計画の最も残酷な点はここだ。マイケルは息子を人質に取られ、爆弾が仕掛けられたとは知らずに自分の車で FBI ビルに向かう。彼は爆破を止めようと必死だった。だが、その英雄になろうとした行動こそが、テロリストたちの計画を完璧に完成させてしまう、最後のスイッチだったんだ。そんな、善意が最悪の結果を招くなんて、皮肉すぎるわ。あまりにも絶望的で、見ていて本当に胸が苦しくなるわね。そうだろ？ラストは、マイケルはテロリストとして報道され、何も知らない世間は彼を罵る。そして、たった一人残された彼の息子は、隣人。つまり父親を殺したテロリスト夫婦に引き取られていくんだ。この一切の救いがない後味の悪さ。これこそが、隣人は静かに笑うが決して忘れられない衝撃作である理由なんだぜ。第6位、ジェイコブスラダー、1990年。第6位は、ジェイコブスラダー。これは、見ていると現実と悪夢の区別がつかなくなって、ものすごく混乱するって聞いたわ。その通りだぜ。この映画の真髄は、観客を主人公ジェイコブと完全にシンクロさせ、彼の体験する地獄を追体験させることにある。そして最後に明かされる真実によって、その地獄の意味が180度変わるんだ。脚本はゴーストニューヨークの幻のブルース・ジョエル・ルービン。彼が描く魂の物語は、ただじゃ終わらないぜ。軍の非道な人体実験が原因で、主人公が悪夢を見るようになるのよね。ああ、ベトナムで米軍が秘密裏に開発した幻覚剤 BZ ガスを投与されたせいで、戦友たちが次々と地獄を見始める。観客もジェイコブも、すべての元凶は軍の陰謀だ、と信じ込まされる。これは本当に巧みなミスリードなんだ。じゃあ、本当の原因は何だったの？あの悪魔みたいな幻覚は一体？この映画で描かれているニューヨークでの生活、恋人との暮らし、戦友たちとの再会、そのほとんど全てが、実はジェイコブが致命傷を負い、死の淵をさまよう中で見ていた走馬灯だったんだ。走馬灯？じゃあ、彼は一体いつ？物語の冒頭、ベトナムのジャングルで腹を刺されたシーン。彼はあの時すでに致命傷を負っていたんだ。そこからラストまでの出来事はすべて、野戦病院のストレッチャーの上で、死に行く彼が見ていた、現世の執着や未練、そして魂の救済を求める旅路だったんだぜ。そんな。じゃあ、彼を苦しめていたあの悪魔たちは、あれこそが、彼の苦しみや過去の罪悪感、そして生きたいという執着が具現化した姿なんだ。逆に、唯一安らぎを与えてくれた亡き息子ゲイブは、彼を安らかな死へと導く天使だった。聖書のヤコブのはしごをモチーフに、地獄のような苦しみの中で魂が浄化され、天国へと登っていく様を描いているんだ。だから、ジェイコブスラダー、地獄のような悪夢は、実は天国への階段を登るための試練だったのね。深く理解すると、悲しいけれど温かい気持ちにもなるわ。そうだ。ラスト、息子に導かれて光の階段を登ったジェイコブは、野戦病院で穏やかに息を引き取る。これは単なるどんでん返しじゃない。魂が救済されるまでを描いた、悲しくも美しい傑作なんだぜ。第5位、レベッカ、1940年。第5位は、レベッカね。サスペンスの神様、ヒッチコック監督の作品。でも、タイトルになっているレベッカって、一度も姿を見せないって本当？その通りだぜ。この映画の本当に恐ろしいところは、一度も登場しない繊細レベッカの亡霊が、屋敷の全てを支配していることなんだ。これはヒッチコックがアメリカで撮った最初の作品にして、
彼が生涯で唯一アカデミー作品賞を受賞した、伝説的な傑作だぜ。見えない相手に追い詰められるなんて、想像するだけで息が詰まりそうだわ。特に家政婦長のダンバース夫人が怖すぎるって有名よね。ああ、彼女は亡きレベッカを狂信的に崇拝していて、5歳としてやってきた主人公を成り上がりの侵入者として、陰湿かつ執拗に追い詰めるんだ。屋敷中に残されたレベッカの痕跡と、それを守ろうとするダンバース夫人の精神攻撃が、見えないプレッシャーとなって主人公と観客を追い詰める。その精神攻撃は、もはやホラーの域だぜ。だが、この映画の真の衝撃は、その先にある二重のどんでん返しなんだ。二重。主人公がダンバース夫人に追い詰められ、自殺寸前にまでなった時、夫のマキシムが衝撃の告白をする。レベッカを愛してなどいなかった。むしろ憎んでいた。だから、俺が彼女を殺したんだってな。彼は、支配的で奔放なレベッカの存在そのものに、深く傷つけられていたんだ。愛妻家だと思っていた夫が、実は殺人犯だったなんて、これが衝撃のラスト。じゃないの？まだだぜ、レイム。ここからがヒッチコックの真骨頂だ。警察の捜査が進むと、さらに驚愕の事実が判明する。なんとレベッカは末期癌で余命いくばくもなく、その事実を隠したまま、夫に自分を殺させ、彼を破滅させようと仕組んでいたんだ。なんですって。じゃあ、夫を破滅させるための、レベッカの最後の罠だったってこと？その通りだ。殺人犯だと思われたマキシムは、一転して悪女の策略にはめられた被害者となる。この大逆転劇こそが、この物語の核心なんだ。そしてラスト、すべての呪縛の象徴だった屋敷はダンバース夫人の手で炎に包まれ、レベッカという見えない亡霊は、ようやく本当の意味で消え去るんだぜ。第4位、エンゼルハート、1987年。第4位は、エンゼルハートね。これは、ただ怖いだけじゃなくて、とにかく後味が悪いって聞いたわ。これは生半可な気持ちで見ると、魂ごと持っていかれるぜ。主演はミッキー・ローク。そして彼に仕事を依頼する謎めいた男を、ロバート・デ・ニーロが不気味に演じている。この依頼人の名前が、ルイ・サイファー。まあ、勘のいい人ならこの時点で気づくかもしれないな。ルイ・サイファー。まさか、ルシファー？悪魔ってこと？そのまさかだぜ。物語は、私立探偵ハリー・エンゼルが、サイファーから失踪した歌手ジョニー・フェイバリットを探してくれと頼まれるところから始まる。この、探すという行為そのものが、悪魔が仕掛けた周到な罠だったんだ。だが、調査を進めるうちに関係者が次々と惨殺されていくんだ。ハリーは犯人を追って、どんどん深みにはまっていくのね。そうだ。だがな、レイム。この物語の本当の恐ろしさは、ハリーが探していたジョニーも、関係者を殺していた犯人も、どこか遠くにいるわけじゃなかったってことなんだ。どういうこと？ハリー・エンゼルこそが、彼がずっと探し続けていたジョニー・フェイバリット本人だったんだ。じゃあ、記憶を失っていたってことなの？かつてジョニーは、スターになるため悪魔に魂を売った。だが契約から逃れるため、彼は戦争で出会った本物のハリーという兵士を生贄にする儀式を行い、その身分を奪って別人として生きていたんだ。サイファー、つまり悪魔は、契約通り彼の魂を回収するために、彼自身に探偵として自分の過去を暴かせ、記憶を取り戻させようとしていたんだぜ。自分の手で自分の正体を暴かせるなんて、悪趣味すぎるわ。じゃあ、あの連続殺人も、すべて、記憶が蘇る前のハリー自身が犯したものだ。さらに地獄なのは、彼が調査の過程で愛してしまった女性が、実はジョニー。つまり自分自身の娘だったということだ。ラスト、すべてを知って絶望する彼を乗せたエレベーターが、ゆっくりと地獄へ下っていく。自分の存在の根底が崩壊し、魂の契約の代償を払わされる。この救いのなさとやるせなさ、まさに悪魔の所業だろ？第3位、灼熱の魂、2010年。いよいよ第3位ね。これは、トラウマになるとんでもない傑作だって聞くわ。灼熱の魂。
これはただの衝撃作じゃない。神話の悲劇をも超える、人間の業と魂の救済を描いた、あまりにも壮絶な物語だ。監督は、後に、ブレードランナー2049を撮ることになる名将ブニ・ビルヌーブだぜ。物語は、双子の姉弟が亡くなったお母さんから、奇妙な遺言を受け取るところから始まるのよね。そうだ。死んだはずの父と、存在しないはずの兄を探し出し、この手紙を渡せ。この謎めいた遺言が、すべての始まりだ。指定は母の過去をたどって、内戦の傷跡が残る中東へと旅立つんだ。ミステリー仕立てなのね。それで、お父さんとお兄さんは見つかるの？見つかる。だがな、レイム。その先に待っている真実は、人間の想像を絶する地獄だ。旅の果てに、指定はついに全ての答えにたどり着く。いいか、よく聞いてくれ。ごくり、彼らが探し続けた兄は、母が若い頃に産んだ後、生き別れになっていた。その兄は、内戦の中で洗脳され、母が収監されていた刑務所の、最も残忍な拷問人アブタレクになっていたんだ。そして、その拷問人が母をレイプし、その結果生まれたのが、双子の姉弟。つまり、主人公たち自身だったんだ。待って。じゃあ、お兄さんが、お母さんを、そして、自分たちが生まれた。ってことは、まさか。そうだ。探し続けた兄こそが、母をレイプした憎むべき男であり、同時に自分たちを産んだ父でもあったんだ。兄イコール父。この、あまりにもおぞましい等式が、この物語の真実なんだ。母の遺言にあった2通の手紙、つまり息子への愛の手紙と、父への憎悪の手紙は、残酷にも同じ一人の男に渡されることになる。これ以上残酷な結末があるか？言葉が出ないわ。もう、憎しみとか愛とか、全部がぐちゃぐちゃになっちゃう。だが、母は最後に憎しみの連鎖を、あなたたちの世代で断ち切ってほしいと願った。この絶望の果てに、倫理や常識を超えた場所で一条の光を見出そうとする魂の強さこそが、この映画を忘れられない傑作にしているんだぜ。第2、ローズマリーの赤ちゃん、1968年。第2位は、ロマン・ポランスキー監督のオカルトホラーの金字塔。ローズマリーの赤ちゃんね。この映画の衝撃は、結末まで何が現実かわからないパラノイア的な恐怖だって聞くわ。その通りだぜ。この映画の怖いところは、血も出ない、派手な特殊効果もないのに、日常の親切が、最も恐ろしい罠になっていくところなんだ。おせっかいな隣人ミニーを演じたルース・ゴードンは、その開演でアカデミー助演女優賞を受賞している。見えない恐怖の演出は、さすがポランスキーだぜ。観客はローズマリーの視点に立ち、彼女と共に誰を信じていいかわからない精神的な監禁状態に陥るんだ。でも、なんでローズマリーだけが追い詰められていくの？夫のガイは何をしているのよ。ガイは売れない役者だったが、突然大きな役を掴んで成功する。その頃から、隣人夫婦の勧める3回や栄養ドリンクで、ローズマリーは外部から孤立させられていくんだ。彼女は激しい腹痛や悪夢にうなされ、自分のお腹の子が悪魔崇拝のカルト集団に狙われていると確信する。誰も信じてくれないのは、すべて夫と隣人夫婦の仕業だったからだ。彼女の訴えはすべて妄想として退けられ、まさにガスライティングの手法で徐々に精神を蝕まれていくんだ。ひどい。じゃあ、ガイは成功と引き換えに、妻を撃ったってこと？そうだ。そしてついに迎えた出産の日、ローズマリーは、赤ちゃんが死産だと聞かされる。だが、隣室から聞こえる奇妙な泣き声に導かれ、隠し扉の向こうへ向かうんだ。そこで彼女が見た真実こそが、この映画の真の衝撃だぜ。一体何を見たの？彼女が産んだ赤ちゃんの、本当の父親は、隣人たちが崇拝する悪魔、サタンだったんだ。夫のガイは、妻を悪魔の子を産むための母体にしていた。ローズマリーは、悪魔の印の逆さ十字架を飾ったゆりかごを覗き込み、瞳孔がない赤ん坊の顔を見て絶叫するんだ。悪魔の子、そんな絶望的な結末ってある？ああ、だが、この映画の最も恐ろしいラストは、絶望の淵で、赤ん坊が自分を求め泣いているのを見て、
ローズマリーがその悪魔の子に、母性を感じ始め、静かにゆりかごを揺らし始めるところなんだ。この、観客の倫理観を根底から揺さぶる、救いのない後味の悪さこそが、この映画をホラー映画史の金字塔にしているんだぜ。第1位、ソイレントグリーン、1973年。ついに来たわね、第1位。一体どんな映画が、数々の衝撃作の頂点に立つのかしら。堂々の第1位は、1973年公開、チャールトン・ヘストン主演の SF サスペンス、ソイレントグリーンだ。この映画のラストで明かされる真実と、主人公が最後に叫ぶ一言は、もはや映画史の伝説として刻まれているんだぜ。チャールトン・ヘストン。猿の惑星の衝撃もすごかったけど、それを超えるっていうの？舞台は未来なんでしょ？ああ、だが驚くなよ、レイム。この映画が描いた未来は、なんと1973年の公開当時から見た2022年のニューヨークなんだ。もう過ぎちゃった年じゃない。まるで予言書みたいね。まさしく、人口爆発と環境破壊で食糧危機に陥った世界で、人々は政府が配給するソイレントグリーンっていう合成食品で生き延びている。この映画の魂は、主人公の相棒である老人ソルにあるんだ。彼は名優エドワード・ G. ロビンソンの遺作となった役で、失われた美しい地球を知る最後の世代なんだぜ。ただ生きるだけで精一杯の世界で、昔を知るおじいさんの存在は切ないわね。そのソルが、調査の過程でソイレントグリーンの秘密を知ってしまう。そして全てに絶望し、自ら安楽死施設、ホームへ向かうんだ。美しい自然の映像に包まれながら、静かに死んでいく彼の姿は、あまりにも悲しい。そんな、一体何を知ってしまったの？まさか、その、ソイレントグリーンの原料って、そうだ。ソルが死ぬ間際に伝えた真実。そして主人公ソーンが工場で突き止めた事実。ソイレントグリーンの原料は、安楽死施設で処理された、人間だったんだ。そんな、人が人を食べるなんて、システム化されてるってこと？そして、この映画を伝説にしたのが、あまりにも有名なラストシーンだ。真実を知って重傷を負ったソーンが、担架で運ばれながら、まだ何も知らない群衆に向かって必死に叫ぶんだ。ソイレントグリーンは人間だ、ってな。この魂の叫びが、食料問題や人間の尊厳について、今もなお強烈な問いを突きつけてくる。だからこそ、この映画はただの SF じゃない。永遠に語り継がれるべき衝撃の第一位なんだぜ。総評、まとめ。はぁ、今回も本当にすごいラインナップだったわね。人間の想像力の果てというか、もう言葉が出ない作品ばかりだったわ。ああ、まさに魂を揺さぶられる傑作揃いだったな。どんでん返しっていうのは、単なる驚きや騙されたっていう快感だけじゃない。その結末を知ることで、物語全体の意味がガラッと変わって、人間の本質や社会の真実、あるいは運命の無常さといった、より深いテーマ性が見えてくるんだぜ。確かにそうね。灼熱の魂の憎しみの連鎖とか、ジェイコブス・ラダーの魂の救済とか、結末を知って初めて、その物語が本当に伝えたかったことに気づかされる感じがしたわ。その通りだ。だからこそ、一度見たら忘れられない強烈な体験になるんだよな。さて、今回も最高の10本を紹介してきたが、あなたの心に深く刻まれた、衝撃のラストを持つ映画は、この中にあったかな？もし、いや、まだあの伝説の一本が残っているぞ、という傑作があれば、ぜひコメントで教えてくれよな。皆さんの熱い映画愛、いつでもお待ちしています。この動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。またな。